こんにちは、ちぼです。今日は旅先に絶対持っていきたいトラベルベストコスメをご紹介します。すでに動画を見てくださってる方も、初めましての方も簡単に自己紹介します。私は旅好きの OL です。ちぼと申します。旅のスタイルとしては、リュック一つで身軽に旅するスタイルになってます。なので荷物はなるべく少なく軽くっていうのを大事にしてるんですが、そんな私でも絶対にこれは旅先に持っていきたいと思う私なりのベストコスメをご紹介します。もちろん前提条件としてはこれからご紹介するコスメというのは全部自分の主観であり感想になります。なので人によって肌質だったり顔立ちとかいろんなものが違いますので、あくまで私自身がということを前提に見ていただけると嬉しいです。また私はメイクのプロではないので、その点もねあらかじめご了承の上見ていただければと思います。皆さんが見た中でいいなと思ったものを取捨選択したり参考にしていただければ嬉しいです。ではまず早速一番最初がこちらです。コスメデコルテのサンシェルターマルチプロテクショントーンアップ CC10 番ですね。私は10番のピンク色を使ってます。これは日焼け止め用乳液と化粧下地なんですけど、トーンアップが叶っちゃうということで一つで何役もというやつですね。色味としてはこういう色味なんですよ。ちょっと分かりづらいかな。撮った瞬間はすごいピンクだなって思うんですけど、こういう感じで浮いちゃわないこれみたいなもんですけど、こうやってね優しくやっていくうちにほらさらっと馴染んじゃって、でもなんかすごいトーンアップされてるでしょっていうのが分かりますかね。こんな感じ自然なんです。つけた瞬間はこれ大丈夫って思うぐらい、顔とかにもねつけた時なんか白くない、白浮きしないって思うんですけど、全然白浮きしないんです。ちょっとの量だけですごい伸びて、こんな感じで自然にトーンアップしてくれるってやつです。なので私はファンデーションは持っていかないです。もうこれ1本で化粧下地と日焼け止めも叶うし、あとはトーンアップも叶うので、1本でファンデーションなしでつけてますね。ウズベキスタンの時もマレーシアの時もこれ1本でもうベースメイク完成みたいなぐらいの感じで使っております。はい、コスメデゴルデさんなんですごい高そうな感じはするんですけど、3000円ぐらいなんですよ。めちゃくちゃ手が出ないっていうほどではないと思います。半年ぐらい持ちますね、私は。でファンデーションもいらないので、そういう意味ではだいぶ、私はファンデーション使ってないっていうだけなんですけど、伸びが良くて自然に肌に馴染んでトーンアップも叶うで、ファンデーションとかも、私は使ってないので、その分持ってく荷物が減るっていう意味でこれを必ず持って行ってます。以上、コスメデコルテのサンシェルターマルチプロテクショントーンアップ CC10 番でした。続いては同じくコスメデコルテさんのフェイスパウダー、私は00番ですね。00番を使っています。最近多分リニューアルされてるので、これリニューアル前のものになります。私はですね、自分の肌質が乾燥肌なんですけど、鼻の部分とかここら辺はめちゃくちゃテカるっていうすっごい厄介な肌質なんですよ。これはね、ほんと女性の方でね、わかる私もっていう方いらっしゃると思うんですけど、ちょっと前とかにイニスフリーのフェイスパウダーすごい流行ったと思うんですけど、あれもね使ってたんですけど、あれもすごくいいんですけど、やっぱあれではまだ解決しないぐらい私の肌質は厄介だったんですね。その時にじゃあこれを使ってみようと思って使ったら、もうこれを使っちゃったらね、他のもの使えないです。一回朝使うだけで化粧直しがいらなくなりました。それまではもうお昼とかになったら塗り直したりとかしてたんですけど、なんかもうそういうことも気にならないぐらい、朝のメイクでもう別に一日中これでいいかなっていうぐらい。旅先とかってね、やっぱりあんま荷物街歩きとか持っていきたくないと思うんですけど、化粧直し用のこれがね1個ないっていうだけでも結構荷物のね削減になるんじゃないかと思います。今までは旅行先とかでもこういうフェイスパウダーとかってカバンの中に忍ばせてはいたんですけど、それが今はなくなったのですごく快適です。これを一回使ってしまうともう他のものは使えないなっていうぐらいなので、私的にはもうめちゃくちゃこれおすすめしています。これ自体はですね、だいぶかさばるんですよ。正直かさばります。ただ、その化粧直しとかをしなくていい、街歩き用のカバンを入れなくていいっていう意味で、荷物のコストだったり、化粧直しの時間のコストがなくなるということで、これはもう必ず、かさばってでも絶対これは持っていきたいコスメになっています。以上、コスメデコルテさんのフェイスパウダー00番でした。そして続いてはですね、もうここら辺はもうプチプラでちっちゃいコスメ類になります。
やっぱ海外旅行とか行くとね、ホテルに置き忘れちゃったとか、そういうことがね、あった時に、高いのを持っててしまうと、心のダメージもあるじゃないですか。どちらかというとこっちはね、デパコスになりますので、それ以外のコスメというのは、なるべくこう、プチプラで、なるべくサイズがちっちゃめのもので、かさばらないものっていうのを大事にしています。なので、これはね、最近買ったんですけど、メイベリンの眉毛のここがね、描いてペンシルになってて、で、こっちがマスカラになってるってやつですね。細いんですよね。こんな感じで。鉛筆みたいな感じで細いです。私はオレンジ系が好きなので、これと期間限定だったのかな ?05 ダスティーオレンジってやつですね。ちなみに今塗ってるの、これです。これでペンシル描いて、マスカラでオレンジ塗ったってやつですね。こういう色味結構オレンジです。はい。だいぶオレンジです。はい。アイシャドウとかはパレットとかちょっと持っていくとかさばってしまうので、キスミーフィルムさんっていうところのクッションチップアイカラーコーラルベージュですね。私はこういうコーラルピンクとかそういう色味が好きなので、こういう色ですね。使いやすい色味です。これをこう面に塗るっていうやつですね。パレットとかだとこういう箱になってたり、最悪割っちゃったりとかしたら嫌じゃないですか。なのでそういうのは持ってかないようにしていて、こういう割れないやつで細いこういうペンシルタイプのアイシャドウを持ってこうって思ってます。で、あとはチークは、これはね、ウズベキスタンの時もマレーシアの時もかな、このシーリーさんのブロッサムブラッシュっていうやつ、ちょっと明るいオレンジっぽい色味なんですよ。アイシャドウ代わりにもちょっと使ってベースにしてこれを塗ったりもできるし、あとはチークとして塗ったりでしています。これもね、ほんとちっちゃいコンパクトなサイズなので重宝しています。マスカラはちょっともうだいぶここが剥がれちゃってるんですけど、キャンメイクのベイクドオレンジだっけな、クイックラッシュカーラーさんのオレンジですね。これもほんとちっちゃいので、こんなぐらいで細いしちっちゃいし、これを持っていってます。はい。で、リップは今も塗ってるんですけど、やっぱ旅行の最中はね、塗り直しとかもしたくないので、薄付きのリップよりかはティントを持っていくようにしています。ロムアンドさんの、やだ、見えない。アップルブラウンっていう、今塗ってるやつです。ちょっとね、オレンジ味の強い赤っていう感じです。こういう色ですね。こういう色味。で、塗るとこんな色。なので、私はイエベなので、こういうちょっとコーラルピンクとかオレンジとかブラウンっぽい色味を持っていくようにしています。ちょっとね、これも薄付きなんで手だと分かんないかもしれないですけど、これもね、ここに見れば分かるかな。こんな感じでちょっとオレンジとかコーラルっぽい色味を使うようにしています。ハイライトはですね、これ前の動画でも結構説明してるんですけど、これはドバイで買った100円ぐらいで買ったスティック型のハイライトですね。ゴールドの色味になってます。でね、こうやって結構輝度も高いんですよ。で、こういう感じでスティックで塗ってっていう感じですね。こういう色味を使ってます。全部本当に安い。1000円以下ぐらいかな。だいたいこういう安くてかさばらないものっていうのを持っていくようにしています。で、こういうのはアイシャドウにも使えるし、チークにも使えるしみたいな、兼用したり代用できるようにしています。また、あとこれはほんとちょっとポポって軽くつけてチーク代わりとかにもできるので、そういう感じでなるべくこう物をね、少なくするように心がけています。結構ついちゃった。はい。ということで、プチプラでなるべくちっちゃいにかさばらないコスメ類でした。以上です。基本的に私が旅で持っていくコスメはこんな感じになります。あとはビューラーぐらいですね。だいたいこれぐらいの量でコスメを持っていくようにしています。自分の中ではね、なるべく厳選するように考えてます。もちろんもっとミニマリストの方はもっと私持ってってないですっていう方もいらっしゃるとは思うんですけど、私の感覚の中でコスメのアイテムを少なくするように努めています。今回はそれでもちょっと多めにはなるんですね。もっと兼用してさばいちゃうものとかもあるんですけど、今回私が行くのは、エジプトとトルコとアブダビということで、エジプトとトルコはあったかい、トルコは寒いっていうことで、ちょっと季節変わるんで、そういう意味で味変できるようにっていうことで、ちょっと何種類かね、変えられる感じで持っていくようにしています。こういったものはかさばってはしまうんですけど、でも化粧直しをしなくていい、時間の短縮だったり、化粧直しに持ち歩きをしなくていいという意味でかさばるんだけど持っていくコスメたちの紹介になります。これとこれがスキンケア
で、ここら辺がポイントメイクなどになります。基本的には持ち歩きするのはリップクリームとティントのみになりますね。それ以外はもう持っていきません。朝化粧したらそのままホテルに置いて、持ち歩きはリップクリームとティントだけにしています。皆さんの旅のスタイルや肌質などに合わせていいなって思ったものは取捨選択して参考にしていただけると嬉しいなと思います。また皆さんのおすすめがあったらぜひコメント欄で教えていただけると嬉しいなと思います。有益な情報をね、女子旅の皆さんたちと、交換できたり意見交換できたら嬉しいなと思いますので、よければ感想など、コメントでいただけると嬉しいです。この動画がいいなと思ったら高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。これからの動画も楽しみにしていただけると嬉しいです。では最後までご覧いただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。